こんにちは、川口のです。今日はですね、この革太刀、これはね、中底とかかかととつま先の芯です。これをどういう風に作ってるのか作業したいと思います。騎士の靴は全部この作業やってるんですけど、あまり靴ごとの違いもないですし、で皮を切って穴開けたりするだけなんで、あまり動画映えしないんで、普段動画にしてないんですけど、同じくこの作業は全部の靴でやってます。この中底を形を切って木型に癖をつける、そして中底の加工をするとまたこのつま先とかかとの芯をこれもカットして包丁で薄く形を整えていくという作業をやっていきます。これ今2足分なんですけど、でこれだと4つかかとの芯を書いてありますね。こっちもこれつま先の芯が2足分書いてあります。ちなみにこれはショルダーですね。肩の皮を底材と同じなめし方をしてかなりねしっかりしてるんです。厚みが 3mm ぐらいです。でこっちが中底の皮、これクロスターショルダーっていうやつで中底専用に売られてる皮なんですけど、厚みがね 5mm ぐらいあります。で今こんな感じでここに銀色の線を描いてありますね。これはこの靴の中底の形をこちらに写してます。で実際はこういう形をねしてるんですが、ここにこの踏まずのサポートとしてこういうふうに少し形を付け加えて、中底に耳を付け加えた形をこっちに移してあります。まずはこの皮を切っていきます。はい、こんな感じでカットができました。これが中底ですね。でこれがつま先の芯、こっちがかかとの芯です。でこれをねそれぞれ加工していきます。この中底はですね、このまま使うんじゃなくて表面の銀面を少し削ります。ガラスでこんな風にして削ると感じで銀面が擦れて白っぽくなってますね。この中底っていうのはこうやって足が乗っかるので、銀面ついてるとちょっとツルツルなんですよね。なのでちょっと滑り止めという意味と、銀面ついてると水とか染み込みにくいので少し落として毛羽立たせておくと吸湿性が良くなって足の蒸れがしにくくなったりとかします。こんな感じで全体が白くなるまでやりました。やってない方と比べてこんな感じですね。滑り止めの実験をしてみますね。同じライターを乗せて傾けると、はいこの実験あんま意味ないですけど、一応ねこの銀面がついたままの方が滑りやすい、足を入れた時にちょっと滑りやすくて前ずれとかしやすいのかなという気はしますね。それと水を垂らしてみます。こんな感じで、まだ銀面の方は表面に残ってるんですけど、こっちも完全に染み込んでますね。こんな感じで吸湿性に違いがあるのも分かります。中底と芯、これを水に浸しておきました。水を染み込ませてあります。いきます。そしたらこの木型にこう合わせて、少し大きめに切ってあるのでこう少し余らせながら合わせて、これで
定しますね。今これだと木型が立体的なんで、この皮が全然木型に追いついてないです、ね、浮いてますね。これをしっかり木型に沿わせていきます。まず全体を叩いて、そしたら釘でこの中底の皮を木型に固定していきます。釘を打ち込んで叩いて折って寝かせて、中底が木型に密着するように固定します。ちなみにこの木型のこの部分へこんでいるので、しっかりへこみを中底が記憶するように、ここも釘で留めていきます。中底のブロッキングとか言ったりしますが、このブロッキング方法はね、人それぞれいろいろあるみたいですが、僕は全部釘で留める方法でやってます。中底を釘で木型に沿わせましたので、一晩置いて乾かします。水に浸しといた芯いきます。これもしっかり拭いて、かなり柔らかくなってますね。つけてないとこんな感じで結構硬いんですけど、水につけると柔らかくなります。これを包丁で薄くすいていきます。でね、この辺が一番このかかとの後ろの部分になります。こういう風に靴の中に入りますね。この辺りが一番厚くて、端っこに行くにつれてなだらかに薄くなっていくような形状にします。このかかとの芯片っぽできました。この端っこはねペラペラです。この辺はほとんど元の厚みぐらいで残ってます。こうやる前と比べるとこんな感じで全然厚みが違うのがわかると思います。この端っこが分厚いと靴に入れた時にここでボコッと段差になっちゃうんですよね。なのでなるべく端っこは薄くなるようにしてます。はい、中底一晩置いて乾きました。加工していきます。釘を抜いていきます。ここ黒く跡ついてるんですけど、これ釘とタンニンが反応して黒く変色した跡ですね。問題ないのでこのままいきます。中底は木型から少しはみ出させてくっつけているので、このはみ出た部分をカットしていきます。はい、中底はね木型に沿ってカットして、この耳の部分、これも端っこが薄くなるようにしてあります。それでこんな感じで中底に線を引きました。これがウェルトを縫い付けるためのリブを作るための線ですね。この線に沿ってまずは切れ目を入れます。今切れ目を入れたところを濡らします。切れ目をガリガリと広げていきます。この道具使います。これ専用の道具なんですけど、チャンネルナイフとかって言いますが、この今線を切った外側のところですね。これを切り落としていきます。
このナイフをこうやってさっきの切れ目に沿って動かしていくと、こういうふうに皮が切れて、この部分に段差ができます。こんな感じでここに段差がつきましたね。今この真ん中の皮が浮き上がっているような状態になっています。そしたらここに線を引いていきます。これにまた切り込みを入れます。今度内側ですね。この真ん中のこの10ミリぐらいのこの帯だけ残るように段差をつけていきます。こんな感じになりました。この今茶色くなっているところが、これが残したリブですね。ここに穴を開けてすくい縫いの糸を通してウェルトを縫い付けていきます。これがグッドイヤーウェルト製法、機械縫いの製法だとこう布みたいなテープを貼り付けてこいつの代わりにするんですが、このハンドソン製法では皮をこんな感じで彫り込んで縫い代というか、この縫うための立体を作るという、そういうやり方です。かかと部分は斜めに切り落としておきます。中底加工の最後ですね。ここに印をつけてます。これがすくい縫いをするための穴ですね。先に下穴を開けておきます。立ち上げたリブ、この掘った溝から針を入れて、こっちの掘ってある反対側の溝に針を出します。このリブの下を掘った溝から溝まで貫通して針を入れてます。はい、ということで中底と芯の加工が終わりました。中底はこんな感じでリブを作ってから穴を開けてあります。すくい縫いをするときはこの穴を使ってベルトを縫い付けていきますね。でね、この中底は靴のデザインによって若干底付け変えたりするので、今回のナンバー5と6では少し中底加工の形を変えてますね。どっちかというとこっちのナンバー5の方が攻めた底付けにしたいので、こんな感じで中底のリブの設定からソール形状を決めていく感じですね。はい、でこれがかかとの芯、つま先の芯なんですけど、こうやって見ると何ていうか干物みたいな感じですけど、このかかとの芯は木型に軽くつり込んで木型の癖をつけておきます。ちなみに中底とか芯をつけてあった水はこんな風に茶色くなります。これはタンニンが染み出てますね。いや本当にね、地味で、ね、完成したら見えなくなる部材なんですけど、縁の下の力持ち的でフィット感とか耐久性に関わってくるすごく重要なところなので、こんな感じでしっかり作っています。ということで本日の科学水系でした。ではまた。